とうとうテスラが完全無人での車両納車を実現しました。これは本当に快挙達成です。そしてロボタクシー向けの FSD アップデート、新たに進化したバッテリー事業の展開まで注目ポイントが盛りだくさんです。おはようございます。ケンです。今回のこの動画ではテスラに関する最新の重要ニュースを投資家とオーナー目線の両方から分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、では内容に入っていきますけれども、ついにこの日が来ました。テスラが完全に無人で自動運転による車両の納車を実現しました。こちらがその映像ですけれども、運転席には誰も乗っていません。遠隔操作も一切なしです。舞台はアメリカテキサス州テスラのギガファクトリーテキサスから顧客の自宅まで新型のモデル Y が約30分かけて自動で走行しました。高速道路も一般道も含まれたルートでテスラの FSD、つまり完全自動運転機能がフルで活用されています。この納車の様子はテスラが公式に X で映像として公開しています。途中で交差点を曲がったり、スムーズにレーンチェンジをしたりと、人間の運転にかなり近い動きをしていたのが印象的です。イーロン・マスクさんもこれは完全に無人、リモート操作は一切なし、高速道路の完全自動運転としては世界初だとコメントしています。この発言の信頼性については他社の事例と比較する声もありますが、実際にテスラがここまで公開したのは非常に珍しく、それだけ自信を持っていることの裏返しとも言えます。テスラが目指す自動運転の未来に向けて大きな一歩を踏み出した瞬間だと言えるでしょう。では続いてはそのロボタクシーに搭載されている新しい FSD の機能について見ていきたいと思います。テスラのロボタクシーに搭載された新しい FSD、つまり完全自動運転ソフトウェアはこれまでと何が違うのでしょうか。今回公開された走行映像やテスト車両の情報からいくつかの大きな進化が明らかになっています。まず注目すべきは緊急車両への対応です。ロボタクシーは救急車のサイレン音と映像を認識すると自動でウインカーを出して路肩に停車します。それだけではなくフロントガラスの特定部分だけをピンポイントでワイパー操作するという極めて人間的な挙動まで実装されています。さらに複雑な U ターンや車両変更の精度も向上しています。従来の FSD では迷いやためらいが見られた場面でも、今回のバージョンでは滑らかにかつ自信を持って操作を行っていました。特に狭い駐車場での取り回しや経路選択が明らかに洗練されています。夜間の走行についても改善が見られます。暗い道路でもしっかりと車線を認識し、予測可能な挙動で走り抜ける姿はまさに機械の進化を感じさせます。そしてもう一つ、乗客の安心を高めるサポート機能も注目ポイントです。後部座席にはコールサポートとプルオーバーという2つのボタンが用意されています。1つ目はサポートセンターに映像通話でつながる機能です。2つ目はここで止まってと指示が出せる緊急車両機能です。どちらも誤操作防止の確認プロンプトが出る設計になっていて、実際のロボタクシーの運用を意識した作りになっています。これらの新機能はまずロボタクシーで使用され、将来的には一般ユーザー向けの FSD にも段階的に展開される予定と報じられています。はい、ではここまで FSD 自動運転の進化を見てきましたが、それを支えるインフラも着実に拡大しています。テスラは2025年6月時点でついに世界中のスーパーチャージャーの設置数が7万機を突破しました。これは8ヶ月前の2024年10月時点で6万機だったことから、わずか8ヶ月で1万機増えたということになります。設置ペースとしてはかなり速いスピードです。特に注目したいのは、このネットワークがすでに53カ国に展開されているという点です。新たにエストニアなども設置が始まり、まさにグローバルインフラとして成長を続けています。このスーパーチャージャーの拡大はテスラ社のユーザーにとってはもちろん、ロボタクシーや FSD の運用を見据える上でも非常に重要です。例えば完全無人で車両を動かすには充電のしやすさ、充電時間の短さ、そして信頼性のあるネットワークが不可欠です。充電に不安がある状況では自動運転が普及しても本格的に活用されないからです。
このようにハードウェアとしての FSD の進化と同時に、テスラは着実にその運用基盤も拡張し続けているというわけになります。次はこのスーパーチャージャーとは別軸で進行しているテスラのもう一つの顔、エネルギー事業の最新動向について見ていきます。テスラは今、車の会社という枠を超えてエネルギー企業としての存在感も一段と強めています。その象徴とも言えるのが最近発表された中国・上海での大型プロジェクトです。テスラは中国の上海市と提携し、グリッド規模のメガパックバッテリープラントを建設する契約を締結しました。このプロジェクトの投資額は約40億元、日本円でおよそ800億円規模です。報道ではこれは中国国内でも最大級の蓄電事業になると伝えられています。ここで扱われているのはメガパックと呼ばれる巨大な蓄電池です。これは太陽光や風力といった自然エネルギーの発電を貯めておくためのもので、発電量が不安定な再生可能エネルギーを安定供給するために不可欠なシステムです。テスラはすでに上海にメガパックの工場を持っていて、この新プロジェクトはその生産体制を活用して構築されます。つまりテスラは中国市場において単なる EV メーカーではなく、エネルギーインフラを提供する企業としても大きなプレイヤーになろうとしていることになります。この動きはテスラが掲げる持続可能なエネルギー社会の実現というビジョンの一環でもありますし、同時に中国という巨大市場でのプレゼンスをさらに高める戦略的な一手とも言えるでしょう。はい、ではここからは投資家の皆さんが特に気になるであろうテスラの第2四半期の納車数と新型モデルの動きについてお話をしていきます。まず納車数についてです。テスラは2025年4月から6月の第2四半期の納車台数を7月2日水曜日、日本では翌日の木曜日に発表する見通しです。事前の報道によると、複数のアナリストは納車台数が前年同期と比べて減少すると予測しています。ファクトセットや RBC キャピタルなどが35万台から39万台程度と見積もっていて、前年よりもやや弱めの見通しとなっています。納車台数が下振れする場合、当然株価にも影響が出てくる可能性があるため、発表直前の今は非常にセンシティブなタイミングだと言えます。そしてもう一つ注目されているのが手頃な価格の新型モデルの動向です。これは以前テスラが2025年上半期中に製造開始すると明言していた新型 EV で、いわゆるモデル2に代わるものとして期待されていました。ところが6月末を目前にしても製造開始の公式発表やティザー映像などは一切出てきていません。報道によっては既存モデルの廉価版になるのではという見方もありますが、そもそも新モデルと呼べるほどの内容なのか、現時点では不透明な状況です。市場ではこのモデルの登場によって新たな購買層を取り込めるのではという期待が高まっていただけに、情報が出てこないこと自体が投資家にとっては不安材料とも言えます。このように納車台数の結果と新モデルの有無は今後の株価や市場の反応を大きく左右する要素になってきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はテスラが完全無人での納車を実現したという歴史的なニュースから始まり、 FSD の進化、充電インフラの拡大、エネルギー事業の加速、そして Q2 の納車数、新型モデルの懸念材料まで幅広く最新の動きをお伝えしました。こうして振り返ってみると、テスラは今まさに進化と不安定さが同時に存在するフェーズになっていることがわかります。技術的な面では明らかに大きく前進していますが、経営面や市場の反応は必ずしも楽観できる状況ではありません。ですが、それこそがテスラらしいとも言えるのではないでしょうか。常に先を行き、時には賛否を巻き起こしながらも世界を変えようとしている。だからこそオーナーとして、投資家として、そして未来の社会を考える一人として、今回の動きをしっかり見届けていく価値があるんじゃないかなと感じますけれども、皆さんは今日の内容いかがだったでしょうか。ぜひコメントで意見を聞かせてもらえればと思います。FSD の進化、ロボタクシーへの期待、あるいは今後の株価の動向について
ついてなど、どんな視点でも構いません。皆さんの考えをコメントでシェアしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。昨日はテスラのオーナーイベントである TOCJ が横浜で行われ行ってきました。会場はパシフィコ横浜の展示場で、僕は初めて参加したんですけれども、毎年行かれている方は去年の規模の2倍ぐらい、人も2倍ぐらいに多いと言われていました。会場ではテスラのカスタム車だったりとかコーティングアクセサリーなどいろいろな展示がありました。 BYD などの車両もありました。この TOCJ、 今回はテスラオーナーだけではなく、参加したい人は誰でも参加できるイベントで、結構人は多かったと思います。今映像をお見せしていますが、サイバートラックの展示もありました。またテスラジャパンの社長さんも来られていました。個人的にはいろいろなアクセサリーやラッピング技術を見ることができて、またいろいろな方とお会いすることができて、非常に有意義な時間を過ごせました。どうも来年も横浜で行われるのではないかと、正式決定ではないんですけれども言われていましたので、横浜だったらまた来年も行きたいなと思います。ぜひまだテスラを買われていない方も来年行かれてみてください。テスラについての QA セッションなどもありましたので、これから購入しようかなと思われている方の参考にもなりますし、アクセサリーだったりラッピングだったりいろいろね、参考になる点が多いんじゃないかなと思います。僕は今回2泊3日で東京の方に行きましたけれども、非常に楽しい時間を過ごせました。また来年行きたいなと思います。はい、では昨日お会いされた方、本当お世話になりました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。